それではですね、これから私の夢の中のお話をしたいと思いますので、夢の中っていうことをよくご理解してから聞いてください。せーの、ポン。今、高速です。よく聞いてくださいね。僕の夢の中では、1、4、さあ、いきますよ。うわー最高。はい。では、合流いたします。今ね、もう6速入ってますよ。6速入ってて、100キロですね。またね、マサチャンネルの感覚ではなくてですね、事実を伝えていこうと思います。はい、それではですね、まず今6速入ってます。6速で80キロから120キロぐらいまでの回転数をお伝えします。まず80キロ。80キロは4800回転。90キロ。90キロは5500回転。で、この90キロで走ってる時の、車体の感じ、それから振動の感じどうかっていうと、手はね、割とこう、振動を感じますね。ただ、不快な振動ではなくて、本当エンジンの鼓動を感じているという感じの振動を感じます。それから、どうかな、お尻、ちょっとこう、ニーグリップするとね、もちろん、膝とかにも心地いい振動を感じます。ただ、そんな不快な感じではないですね。で、風圧どうかっていうとね、実はね、おっしゃってね、ここにシュラウドがあるんですよ。このおかげか、意外とね、風圧って避けられてる。ただ、顔面はね、もちろん当たりますよ。顔面から肩ぐらいにはもちろん当たるんですけれども、胸とか、そうね、この辺り来ないですよ、実は。胸の下、みぞおちあたりから下は、割と避けてるなという感じがします。では、100キロ。100キロが、6000回転かな。でね、250の奥車でどうなのって思うかもしれないですよね、高速道路って。もうね、久々に言わせてもらうよ。余裕しゃくしゃくしゃく由美子です。全く何の問題です。一般道を走ると全く同じです。で、高速の継ぎ目。継ぎ目っていうのはね、高速道路はそんなに大きな継ぎ目はないんですけども、それでもね、やっぱり結構高速で走ってると、ターンと感じたりとかはするんですが、ほんとね、さすがの重車です。本当に足がしなやかで、道路の追従性というか、そういうのも素晴らしくて、簡単に言うと乗り心地が素晴らしくよろしいんですよね、この子たちは。で、やっぱりネイキッドなんてね、直接体に風を浴びます。ですから、
まあ、限界値的には120ぐらいだろうと思うんですけども、この100キロのところ、この辺ではですね、まあ、9月はこんなもんだろうなという感じがします。で、今日またね、ジェットヘルメットではなくて、フルフェイスかぶってきたので、まあ、より一層ね、空力がいいので、顔の中に巻き込んでくる風とか、そういったのもね、まあ、こんなもんだろうなという感じがします。で、主にこのくらいが常用スピード領域だと思うので、この辺りでね、ちょっとレーンチェンジしてみたいと思います。いやー、いいっすよね。ちょっと右も行っちゃおうかな。うん、戻ります。クイックでもなく、だるくもなく、よくだるいとか言う人いるけど、全然だるくないよ。オフ車なんてもう操作性めちゃめちゃ高いですからね、機動力あるんで、めちゃめちゃ。レーブルとかそういったのに比べたらもうめちゃめちゃ操作性、機動力高いです。なので、レーンチェンジしたときに、本当にね、思い通りのところに行きます。なんかこう、曲がりづらいとか、直進安定性が高いとか、そういうのを感じないですね。本当に心地いい感じのレーンチェンジ。思ったようなところをトレースしてくれます。そして、この時にね、ちょっとなんだけど、フレームのこのしなやかなよれを感じます。で、これはね、前に、3年前に CRF 乗った時に、まあ、コメントでいただいたんですけども、実はね、WR155 乗った時に、すごいフレームの剛性感を感じたんですよね。で、CRF は意外と、しなやかさを感じるんですよ。で、これはね、多分、強いフレームを作ろうと思ったら作れるメーカーなので、わざと、いろんなところから、なんていうのかな、こう、オフロードで走った時の、この、ショックというか、そういうのをね、うまーくね、逃がしてるんだと思うんですよね。それがね、このちょっとこう、よれた感じというか、優しくよれた感じにつながってきますよね、きっとね。こう結構ね、勢いつけてパンパンってこう、行くとね、ちょっとこう、止まり際とかに、こう、ちょっと、お尻がくくっとこうね、よれるような感じを確かに感じます。ただ、怖いとか、そういったのも全くないですね。それからね、エンジン音。エンジン音は、ほのかに聞こえます。これはやっぱりネイキッドなんで、風切り音ですね。ヘルメットに風切り音をそこそこ感じてますから、それでね、エンジン音がかき消されてるんだと思いますけれども、でもね、100キロではまだね、パルス感のあるドロドロドロっていうね、早めのパルス感の、心地いいエンジン音、なんか甲高くもないし、キンキン音もしないし、非常に心地いいエンジン音を感じ取ることができます。では、110キロいきます。110キロは、ちょっと待ってね。いやー、いいね、レーンチェンジ。110キロは、6500回転ですね。やっぱりネイキッドの宿命なんで、この辺からやっぱりかなり風圧、顔面にね、風圧を感じます。それから肩ですね。肩に風圧を感じます。で、僕は普段ね、ネイキッド乗り慣れてないので、あんまりね、得意ではないんですけども、少し体を前にこう倒すような感じで、風に体を預けるような感じにすると、まあ、楽だと思いますね。で、ちょっと振動がやっぱ強くなったなっていう印象、それから1万500回転からレッドゾーンの、まあ、半分、ちょうど半分ぐらい回ってることになるんですが、このくらいまで来るとエンジン頑張ってる感が少しずつ出るので、それから風圧も強くなってくるので、アクセル操作のほんのちょっとのところでスピードの上限が
ピードパーンって上がったり、パーンって下がったり、例えば坂道に行ったらぐーっと下がったりとか、そういうのを、感じるようになりますね。やっぱり車体が軽いし、細いので、横風には弱いかなという感じはします。これはもう、僕のね、VFR800X っていうのに乗ってるんですけど、それでもやっぱり横風は怖いですし、今横にね、ちょっと SUV、ちょっと大きめの SUV が走ってきましたけども、やはりちょっとこう、ふっと押される感じっていうのはありますね。ちょっとね、押される感じっていうのはあります。で、ここでレーンチェンジしてみましょうか。全く変わらないですね。100キロ時のレーンチェンジの感じと、ほとんど変わらない感じでいけます。やっぱフレームもね、優しく、吸収してくれる、ショックを吸収してくれる感じがあります。じゃあ、120キロいきましょう。120キロ、突然ちょっと変わったな。変わる変わる。7200ぐらい。で、このスピード領域になると、やっぱりね、フレームのしなやかな感じを非常に感じますね。これはもうよれてるっていう感じなのかもしれない。そうですね。ちょっとフロント、今まではリアのスイングアームら辺が、心地よくこうしなってるなっていう感じがしましたけど、このスピード領域になってくると、フロントのこの辺りですね、この辺りにこう、よれを感じるようになってきますね。なんで、車体的にも、120ぐらいで走ると、そろそろ君たち限界だよというような感じを、車体が教えてくれるというところじゃないかなとは思います。ただ、僕は全然これいけちゃいますけどね、これ。いけちゃいますよ、このままずっと。これね、ちょっと大きめのシールドとかつけちゃったら、僕このまま巡航できちゃいますね。今ちょっとこう、ちょっと段差があったんですけど、段差が来ると、やっぱハンドルがこう左右に心地よくっていうか、ちょっとこうブレる感じがありますね。でもね、10500回転からレッドゾーンの7000回転ですから、で、120キロでしょ。実は、V ストロームの無印の方、V ストローム250は、7000回転で100キロだったんで、相当回ってるなって感じがしたし、非常に厳しいなっていう感じがしたんだけど、CRF に関してはそういった感じが、まだないです。まだいけちゃうかなっていう感じ。ただ、やっぱ頑張ってんな、車体が頑張ってんなって感じ。逆にエンジンはまだ余裕しゃくしゃく由美子って感じですね。エンジン音がね、本当に静かよ。本当に静か。ブリストとかはすごいうなってる感じしたけど、そういったのもほとんど感じない。本当静かで、これ今120出てるじゃないですか。出てても、こう、すごいエンジンが頑張ってるなっていう感じはないですね。逆に車体が、車体の方がね、ちょっと頑張ってるぞっていう感じ。やっぱり短気筒なんで、見ててわかると思うんですけど、エンジンブレーキはね、やっぱりそこそこきついですね。まさちゃんの動画。はい、では今度ですね、加速をやってみたいと思います。まず80キロまでちょっと落として、ここから6速のまま、ちょっとポンと開けてみますね。せーの、ポン。はい。80から今、120弱まで加速しましたけど、やっぱね、80から100ぐらいまではちょっと軽いね。で、100超えてからがちょっと力強くなってくる感じがありますね。なので、下ももちろん強いんだけども、パワーバンドというか、そういったのが結構上の方であることは明らかですね。もう一回やってみましょうか。いきますよ。80キロ。せーの、ポン。
この辺から、この辺から盛り上がってきます。110キロぐらいから盛り上がってくるから、110キロっていうと、回転数的には、まあ、6500ぐらいなんで、6000後半ぐらいからパワーバンドに入ってくるんだと思うんですよね。っていうことを含めて、80キロでその回転数だと、何キロぐらいになる？何速？ 4 速。4速80キロで7000回転。こっから行ってみましょうか。せーの、ポン。4速で120出ちゃうね。すごいね、この子。250cc の単気筒で4速で120出ますよ。どうなってんですか、このバイクのパワー。すげえ。V スト SX もね、速かったけど、こっちの方が速いかなっていう感じ。やっぱり最新型のね、お互いに最新型のエンジン。まあ、鈴木さんはね、揺れですけども、すげえ力強かったね。3速で行ってみようかな。3速80キロが8500くらいかな。せーの。今ね、レッド当たったね。ってことは、3速と4速の間に、結構こう、ギアの、なんていうんですかね、ワイドなところがあるのかもしれないですね。1万1000までいかないところでレッド入りましたね。なので、まあ、100キロとかで走ってて、遅い車が来ました、追い抜きます。まあ、瞬間的に120ぐらい出ると思うんですけど、そのくらいの加速だったら、まあ別にね、これ今100キロで走ってるじゃないですか。で、例えば追い抜きしようみたいな感じで、パンとこう、車線変更して、ガーッとこう開けていけば、そのままこう、スッと120までこうね、加速してしまいますよね。だから、なんか、パワーないからギア落とさなきゃとか、シフトダウンしなきゃとか、高速は辛いぜみたいなことは一切ないと思ってください。通常のネイキッドと全く同じように走るし、空力さえ考えたら、もう本当ロングツアラーになってしまう要素はめちゃめちゃあると思います。で今もうね、気温が10何度しかないんで、そこそこ寒くて、ウィンターのウェアを着て、まあ装備をしてるんですけども、これね、前回 CRF 乗ったのって夏だったんですよ。で、30度以上あるような夏、秋だったんだけど30度ぐらいあったと思うんですよね。で、めちゃめちゃ暑くて、で、その時に僕言ったのが、とにかく右足だけ暑いと。高速とか乗っても、とにかく右足が暑い。で、よく見たら、このね、右側にラジエーターが入ってるんですよ。だから右足だけが暑いんですよね。でね、今ね、冬になってどうかっていうと、やっぱね、このシェラウドの場所、ここをニーグリップで膝がちょっとこう触れてるんですけど、そうするとやっぱり右だけあったかいです。ってことは、もしかしたら夏走ったら右だけ暑い、右地獄。右地獄の可能性は高いですね。やっぱその辺は、まああんまり解消してないのかもしれないですね。それではですね、これから私の夢の中のお話をしたいと思いますので、夢の中っていうことをよくご理解してから聞いてください。ですね、今、110キロちょっとで走ってますね。せーの、ポン。今、高速です。
なるほどね、今ね、僕の夢の中の話なんですけど、5速でもね、行かないのよ、レッドまでね。で、6速にしたら、スピードがそこから5キロから7キロぐらい、プンって上がったんですよね。やっぱりレッド付近っていうのは、ただ回ってるだけで、パワーとかトルクとか、ほとんどないところだと思うんですけれど、そこまで回るってことがすごい大事だと思うんだけどね。やっぱりスピード領域だと、そこまで5速だと回らないね。で6速に変えて、ふって回転が落ちたからまたぐーっとスピードが伸びたので、はい。で、僕のね、夢の中の話です。これはね、夢の中の話ですけど、よく聞いてくださいね。僕の夢の中では、143でしたね。はい。143ですよ。やばくないですか？めちゃくちゃ速いよ、この子。143出てしまうエンジンの、100、120なんてほんとちょろいもんで、全然余裕シャキシャキシャキユミコっていうのをですね、感じていただければいいかなと思います。そしてですね、高速インプレッションはこれで終わるんですけども、CRF250L に関しての動画はですね、足つき取り回しチェック、それからワインディング、そしてこの高速道路、そしてですね、ファーストタッチ総評燃費報告というですね、4つの動画と動画構成となっておりますので、そちらですね、全部見ていただきますと、CRF250L に関してのことはほとんどわかるんじゃないかなと思います。そしてですね、概要欄に貼り付けてありますので、ぜひチェックしてください。まだ見れない場合には、公開日になっておりませんので、公開日を待ってご覧にいただけたらなと思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル障害動画をご覧になられて、チャンネル登録にご協力をお願いします。レンタル1台2万円。昨年は20台。非常に厳しい生活を送っております。ですので、皆様の熱きチャンネル登録をお待ちしております。メインはですね、私はツーリング動画でございますけども、特にね、勝敗器量のインプレッション、これはですね、めちゃめちゃ自信を持っております。ぜひね、皆様の参考になればと思います。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは、マサチャンネル、これにて、バイナリー。